はい、ハーさんチャンネルです。お疲れ様です。今日は前回に続いて、アルファロメオ156のマーケティング的なちょっと分析をね、していきたいと思います。第5回目ですね、今日。ジュリア・ステルビオ159ブレラと来たんで、スパイダーかなと思ったんだけど、ちょっとね、156調べてみたくって、今日 AI にね、この資料を作ってもらいました。チャット GPT とジェミニちゃんぽんしながら作ったんで、まあちょっと他にはない分析なのかなっていう気もちょっと楽しみですね。まだ私見てないんで、どんな分析をしてもらったのか、見ていきましょう。極秘資料 A156 ファイナルまたエヴァンゲリオンっぽくなんかフォント作ってもらいましたね。プロジェクト932、932ね。The Ultimate Answer。なんかこれ究極の答えっていうのよくわかんないけどアルファロメオ156成功の解剖学、感性と理性の黄金比ということですね。成功の解剖学か。159の時は敗北とかさ、なんかそんなネガティブなワードが出てきたけど、156はあれだね、成功とか感性と理性の黄金比とかさ、なんかすごいいいタイトルになってるんだけど、まあいいや、ちょっと見ていきましょう。ミッションブリーフィング、オペレーションアルファ156、159の論理的敗北とブレラの感情的ズレを経て到達する真実。なぜ156だけが世界を熱狂させ、アルファを経営危機から救ったのかを解析すると。159は GM との提携がちょうどポシャったぐらいでアメリカに売ろうと思ってたような車作りをしてしまったがためのっていうところですね。ブレラも159派生のプラットフォーム同じだし、同じ顔でやっぱ重いし、重さもまあ同じぐらい、ちょっと軽いぐらいで、めちゃめちゃ美しくて、もう唯一無二のデザインではあるんだけどみたいなところですかね。ちょっと売れなかったっていうところで、156の後継なんだけどね、ちょっとうまくいかなかったっていうところで、その先代の156がなぜ世界を熱狂させ、アルファやばかったからね、昔ね、それを経営危機から救ったのかっていうのを解析しましたよというところです。次のページ。定量的支配、圧倒的普及率。アルファロメオ156サクセス。約68万台売れましたよと、世界中で。比べてアルファロメオ159、ロジックフェイラー。ここ別にいいよ、英語で書かなくたって。ロジックフェイラーとかなんか悲しくなってくるから。約24万7千台と。ちょっとここずれちゃってるけど、アルファロメオブレラ。ね、これミスマッチか。約2万1000台。2万1000台しか売れてないんだ。こう考えるとさ、ブレラ、かなり貴重な車だよね。めちゃめちゃ貴重じゃないですか。もうそんなに生き残ってないだろうしね、ブレラも。大事にしてほしいですね、ブレラ乗ってる人は。スパイダーなんてもっと少ないだろうから、本当に貴重だと思います。ちょっと156戻って、68万台売れましたよと。156は後継モデルの159の約 2.7 倍、ブレラの約31倍の生産台数を記録。この数値が示すのは156だけが伝統と市場の共鳴を射抜いた歴史的な事実であると。なるほどね。伝統だけで食ってるわけじゃないよっていう、ちゃんと成績残してるっていうところなんですね。めちゃめちゃ売れた。なんかでも前のスライドで100万台ぐらい売れたような書いてあったけど、どっちが本当なのかねよくわからないけど、大体このくらいは70万台が100万台ぐらい売れたんだろうなっていうところですかね。めちゃめちゃ売れてるね。かっこいいもんね、156。ほんとなんかイタリアン的な悪いセダンっていう感じがして、なんかいいっすよね。僕は156本当に市場レベルで運転させてもらったっていうくらいしかないけど、めちゃめちゃ味のある車でしたね。次のページ。物理的勝因、質量の支配ね。1230kg、156-2000ツインスパーク。こんなに軽いんだ。ブランドの革新は軽快さにあると。156は GM 由来の曲で、
1530kg を超えたのに対し、156は D セグメントの枠内で軽量化を死守。この質量の差が官能的な回答性とレスポンスを実現した。現代の基準では不可能な領域であると。確かにね、今もう安全基準とかさ、なんかいろいろな装備があるから重くなってますよね。でも156もヨーロッパの基準を満たして、安全基準満たしてるわけだから、まあペラペラってわけじゃないよね。結構なんかでも塊感あったようなハンドリングだったけどね。それで1230キロでしょ、ツインスパーク。ツインスパークで1230キロ面白いよね、セダンで。もうちょっと次のページ行きましょう。衣装の構築者ワルテル・デ・シルバと。シルバさんね、日本車もやってますよね、デザインね。156の設計哲学は生命の鼓動を視覚化、箱型の155を塗り捨てて50年代の感動的な曲線を復活させたと。止まっていても速そうに見える確かに彫刻的な造形が理屈を超えた購買力を刺激した、確かにね、理屈で買うような車じゃないような気がするな。あのデザインもこのシルバさんの生い立ちとかさ、あと人生経験とかに裏打ちされたデザインだったんだろうね。ああいうデザインするのっていうのはやっぱりイタリア人すごいですね。イタリア人なのかな、シルバさんは。まあイタリアの自動車メーカーはこういうデザインを採用したっていうのはなんか理屈じゃないような気がしますね、本当にね。次のページ。視覚的トラップ、意図された非対称。縦スクーデッドの最定理。ナンバーを左側に追いやるほど巨大化した縦。この非対称の B がアルファとしてのアイコンを強調したと。まあ確かに本当にアイコンだよね、この縦型のグリルって。どこのメーカーでもない。だからこれアルファ乗ってるとね、なんかね、レクサスがねすごくやぼったく感じるんだよね、あのグリルが。トヨタも一時期そうだったけど、何このデザインってなんかもうちょっと下品だなみたいなオーナーさんには悪いけど、これはないよねっていう、なんかあんなでかくする必要ねえじゃんみたいなさ、グリルというような、なんかね、アルファに乗ってるとなんかそういうなんかダサいのおしゃれだのってなんかね、いろいろ言いたくなってきちゃうんですよね。隠された後ろの扉ね、秘伝ハンドル。フォードはセダンを2ドアクーペに見せる視覚的査術。実用性を隠隠匿し、美学を優先させた究極のパッケージだ。ここにノブがあるんですよね。これなんか日本車でもあるよね、こういう隠し扉、隠しノブっていうの。ここにノブがあって、ここで開ける感じですね。だから風の抵抗もないし、ここに4ドアじゃないように見せるっていう感じなんだろうね。やっぱクーペなんだろうな。クーペが頭の中にあるんだろうね。重きを置くデザインってやっぱクーペなんだろうね。車にとってのデザインのしがいがあるようなデザインってやっぱクーペなんだろうね。次行きます。戦歴サーキットの支配者、ETCC、WTCC4 連覇と、2000年から2003年までツーリングカー選手権を席巻。156のスポーツの心、クオーレスポルティーボよくわかんないこれ読むのかなが本物であることをサーキットで証明した。この勝利が一般販売におけるブランド価値を決定的に高めたと。なるほどね。かっけえなこれねえめちゃめちゃかっけえよこれ。重心が低いから余計かっこいいね。なるほど。次のページ。機体心臓 GTA という福音。伝説のブッソ V6。まあこれはもう言わずもがなだね。ブッソ V6 3.2 リッター24バルブ。美しく輝くクロームの吸気管。すげえビカビカ光って目がつぶれるわこれ。すごい。このエンジンはもはや内燃機関ではなく楽器であったと。156GT はこの心臓を宿すことで全アルファファンを絶頂へと導いた究極兵器であると。僕ね 156GTA 試乗ハンドル握らせてもらったんですよね、オーナーさんの行為で。ただ回せなかったんですよね、上まで。でもねやっぱり音は良かったですよ。野生的な感じがした。なんか
ハンドルに触ってくるエンジンの振動とかちょっと回さないとね、多分楽器の音しないと思うんだよな。でもいい音だったな。車のガソリンエンジンのなんかこれぞエンジンっていう感じがしましたね。本当にエンジンの音がしたのか回したかったですけどね、ちょっと回せなかったですね、エンジンね。分析159の JTS エンジンが失った色気とレスポンスがここには充満していると、まあ失ったっていうよりもまあなんていうのかな、もう現代の車なんですよね、159って今の車なんですよ。だから燃費とか耐久性とかなんかこうシステム的なものとか気候とかなんかそういうものはねやっぱ現代の車なんでね、やっぱこの辺このブッスト V6 ってやっぱ現代のエンジンじゃないとは言わないけども一つ古いからね、一つも二つもで荒々しさが残ってるんですよね。これむき出しじゃない？今の車ってみんなエンジンのこうなんかカバーかかってるもんね。なるべくね空気の抵抗をなくすとかフリクションロスをなくすとかなんかそういう機構をいろいろつけてるからなかなかやっぱりこういう昔のこう特にブッソ V6 とかっていうこういうエンジンみたいな音はちょっともう出せないよねと思いますけどね。だから失ったは失ったんだけどいいエンジンだとは思いますよ。159も悪いエンジン、少なくとも悪いエンジンじゃないですね。ちょっと高回転までは回したいっていう人にはちょっと物足りなくなるかもしれないけどいいエンジンなので皆さんぜひぜひ中古いいやつを買ってください。次いきます。市場協会欧州と日本の温度差何欧州論理的な実用会ディーゼルモデルが主力、ビジネスマンが年間数万キロ走破する高速エクスプレスとして信頼性と効率性が高く評価されたと。信頼性なんか壊れるってイメージだけどね。まあセレスピードじゃなきゃマニュアルだったらあれだか信頼性あるんだよね。あとオートマモデルはどこか日本のメーカーだよね。愛信だっけ忘れちゃったけどちょっと、オートマもあったんだよね確かね。あれかセレスピードよりは全然信頼性があったっていう話だね。日本完成的な趣味会ね。そうセレスピードセミオートマねの導入がヒットを加速。ミリハンドル AT の英断によりイタリア車を日常のファッションへと昇華させたと。イチャしたらもう簡単にオートマで乗れますせみたいな感じだよね。こんなおしゃれでワルな車どこにもないこのエロい車たちをオートマで乗れるんですみたいな気軽にどうぞみたいな感じでね売れたんでしょうね。わかりますよそれは。脆弱性解析不具合の対抗措置システム01システム1セレスピード対策セレスピード壊れたからね。初期のオイル漏れと動作不良に対し、ちょっともね、両前に言うけど、セレスピードやっぱり壊れるっていうのでね、有名ですね。それもあってね、板車は壊れるっていうイメージがついちゃったところもあるんですよね。でセレスピード対策があって初期のオイル漏れと動作不良に対し改良型エクチュエーターを投入したと。配管のシルザ変更とセンサーの密閉化により熱害への耐性を強化したと。アキュムレーター交換という予防整備概念が日本で確立なるほどね。セレスピードは消耗品だよっていうよく言われましたけど、確かにセンサー使ってるんでね。センサーはやっぱ日本車でもセンサー壊れるじゃない。そこに来てイタリア車だから日本車よりもやっぱり耐久性はどうしても日本みたいなねこういう本当に過酷な環境で長い間ね動作するセンサーとやっぱ耐久性が違う、そういうところもあるんだよね。それが外車ゆえのなんかそのウィークポイントなのかもしれないですけど、対策はしましたよと。タイミングベルトあったね。欧州指定10万キロを発揮しタイベルね。タイベル4万キロって言われてましたからね。
押収して10万キロを破棄し、日本仕様では3万キロ3年へ、交換推奨値を劇的に短縮。プラスチック製テンショナーの金属製へのアップグレード等の対策が施され、生存率が向上したと。僕がね、昔乗ってた147を4万2、3000キロでタイベル交換したんですよね。でその時持ってったショップの人はね、ってまだ買えなくてもいいけどね、みたいな感じで言ってたね。オイル交換ちゃんとしてメンテナンスしてれば、まあ8ぐらいは行くんじゃないのぐらいな感じだったっすね。メンテナンス、オイル交換っていうメンテナンスをしっかりやってれば、タイベルはなんか3万だの4万だので買えなくても大丈夫だよっていうのがあったんでしょうかね。まあそれ対策後なのかもしれないけど、システム03クオリティエボリューション品質改良、ちょっと出てないけど、こっち側あんのかなあ、ないねまあ品質改良しましたよと、そういうことだね。きっとね、さすが AI ちょっとこういうとこに不具合が出てきてますね。次のページ。中古車市場 V 字回復と分解散か分解散。日本国内における V6GTA 相場推移。まあ V6GTA はね、値段上がってるの分かるよ。もう言わずもがなですよ。2倍ぐらいに上がってる。2012年比で2倍3倍ぐらいだね。昔安いのあったもんね。159やブレラが中古の実用車として価値を下げる中、156V6 だけがめでるべき遺産として高騰を開始していると。2024分解産か2024年に分解産と認定されました。確かにね、台数少ないからね、GTA なんだよって、今度あれかな、GTA やろうかな、分析。何台ぐらい日本で売れたのか、何台ぐらい世界で作られたのか、調べてみたいですね。日本と同じような分解産的な価値があるんだろうか、イタリアとかヨーロッパでも。次のページ行きましょう。成功の三原則156の回答と。適正な質量、肥大化を拒み 1300kg 台を維持。これこそがアルファの毒を薄めずに届けるための最低条件であったと。まあでかけりゃいいってもんじゃねえよみたいな。1300kg、まあ要するに軽量な車を作るためのサイズ感っていうのも大事だよねっていうとこなんでしょうね。でかけりゃ重いしね、ブレーキもでかくしなきゃいけないし。なるほどね。適正な質量と。異常の独創、伝統の盾と非対称な美、一目で恋に落ちる造形が理屈っぽい競合者を全て過去に追いやったと。まあでも一目見てさ、やっぱ156のデザインってすげえなと思うもんね。なんていうのかな、車、実用的な足車じゃないよね。156持ってたとしたら。なんか俺がガキの頃に目覚まし時計なんだけど、なんかヨーロピアン的なデザインの目覚まし時計があった。なんかね、重厚な時計の部分ちっちゃいんだけど、まあ側がでかいっていうただの目覚まし時計なのに、でもまあそれがいいんですよ。そういう時計に起こしてもらうっていう、まあその粋な感じがするよね。おしゃれ感っていうか、官能の調律、エンジンを楽器として扱う思想、故障のリスクすら厭わせないっていうのかな。ごめんなさい、額がないんでよく読めないです。方向が唯一無二のブランド価値を構築したと。まあ確かに壊れやすいっていうイメージついちゃった一方で、ブランド化っていうのもなんか同時にしたような浸透させる役割があったような気がしますね。まあ156はちょっとごめんなさい覚えてないけど、147はプレミアムコンパクトっていうなんかそういうなんかグレードみたいのを築き上げたよね。ブランド価値、確かにこうブランドとしての名は馳せたという気がしますね。次のページ。これ終わりか。ターミネーティドと。報告任務完了。アルファ156に勝利の答えありと。こういう分析でしたね。まあちょっと僕から見たら絶賛なんだけど、ここに画像とかのソースがありますんで、皆さんありがとうございました。ソース一応表示しておきます。
どうでしょうかね。156今球数も本当にいい球ってなかなかないっすね。あっても高いみたいな。専門店さんとかに行くと156は、僕って知ってるのはスティールさんなんかは156の球が何台も置いてたりとかするよね。あとフラミンゴさんとかね。あとなんか専門ショップ行くとなんかたまに置いてますよね、156。なんかそういう専門ショップさんで買うのがいいんじゃないかなと思う。なんかよくわかんない、わけのわかんない中古車が使ってるようなやつはなんかちょっと厄介な感じがしますよね。だから買うんならそういうショップさんで買った方が後々のメンテナンスもあるだろうからいいかなと思います。もうだって古いもんね。何年だっけ、1997年だっけ。古いよね。もう20年30年ぐらいの車だからね。古いんで実用車ではあるけども、メンテナンスをしていかなきゃいけない、もうなんかクラシックカーじゃないけど、本当にさっき言ったようなこの美術品みたいな感じだから、そういう美術品を維持していく手間暇お金がかかるっていうのがあると思います。でもね、満足度はあると思うな。こういう車でなんかねコンビニとか止まってるとなんかすげーって感じするもんな。なんとも言えないオーラを感じるっていうか。あとなんだ、こんな資料でしたね、156。初めて知ってるような情報はなかったけども、今回 AI に作ってもらった資料ですけど、なんかいろんな情報が載ってていいかなと思いますね。古い車なんで、今売ってるってわけで中古車でもそんなに多くないし、今 C 車で買える車でもないんでそんなに情報量はなかったですけど、でも、これがα156 の分析レポートっていうことで、なるほどねっていう感じでしたね。皆さんどうでしょうか。156ね、いい車だと思います。ただね、内装がね、やっぱり昔のドイツ車とかもそうだけど、やっぱ内装の劣化がね気になりますね。だから僕が中古買うとしたら、159の時は外装だけ、ボディだけ見てたんですけど、156はやっぱ内装もちょっと気になりますかね。新品の部品とか入ってこないからね、中古の部品を拾ってくるしかないから、なるべくちょっとね、そういう手間は工場に入ってる時間を短くしたいんで、内装外装は気にしながら探しますかね。あと日本ではマニュアルとセレと、あとオートマか。この時代のなんかイタリアのミッションってちょっとね脆い。マニュアルはそんなことないけど、セレはね、もう言わずもがなセレスピードの故障っていうのがあって、それもまだ部品が入ってくるからそれは大丈夫かなと思うしね。あとセンサー変えれば治っちゃうとかもあるし、専門店さんも156ぐらいだったらもうよく知ってるから、修理ねそんなに時間かかるとか、なんか莫大な金額がかかるとかってそういうのはないと思うね。オイル交換とかね、メンテナンスをまめにして大事に乗っていただければ大丈夫かなと思いますね。というわけで、今日はオペレーションアルファ156っていうこういう資料を作ってもらいました。今 α156 ね狙ってる方とか、いいなとか、なんかもやっと考えてる方とかいらっしゃったらね、少しでもお役に立てればよかったかなと思います。というわけで今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。